皆さんこんにちは、まいです。私はニコニコ動画 YouTube にて歌ってみた踊ってみたで活動しているものです。今回は皆さんに私のことを知っていただきたく思い、質問コーナーをやりたいと思います。それではどうぞ。特技これできます。これとあとこれできます。需要ないですよね中学校の1年生の時に初めてお母さんの口紅を持ってめちゃめちゃオーバーリップで塗って怒られた覚えがありますそれが初めての化粧品を触った時ですね。でそっからどんどんなんかビューラーだったりファンデーションだったり拝借しては一人で試して無駄にいっぱいはたいてめちゃめちゃ怒られてましたね。ちゃんとメイクをするようになったのは高校1年生の後半ですね。1年生前半は全然メイクに興味はあったんですけど、もうなんかすっぴんが楽だったからずっとそれでもうずっと生きてきたから、もう前半まではずっとすっぴんでいたけれど、ある時友達にメイクをされて、そこでメイクの楽しさを知って、そっから今までずっとメイクに興味があるようになりました。興味を持つようになりました。私は YouTube もうその時 YouTube とかも結構流行ってたので YouTube でいろんなメイク方法を調べて、自分に合った色と自分に合ったメイクの仕方っていうのを隅々まで調べて今に至ります。今まではもうギャルメイクももちろんやりましたし、ナチュラルメイクもやりましたし、学校にしてってもバレないメイクもやりましたし、それこそ今みたいなちょっと派手な感じのギャルまではいかないけどちょっと派手なメイクもいろいろ挑戦してきました。バレなかったです。中学校の時にそのお母さんのファンデーションとマスカラ、ビューラー、リップは自分の色付きリップなんですけどを全て綺麗につけてって生活指導士の先生の目の前に行っても何も言わなかったです。人生で1回だけでもうガングロメイクやってみたいなって思います肌がちょっと白いのでうまくできるかちょっと分かんないんですけど、いつか絶対にやりたいなって思ってます。可愛いパティーンさんって結構、個性あふれる方たちが多いと思うんですよ。コスプレだったりすごい濃いメイクだったりガングロさんだったりいらっしゃると思うんですけど、なんかそこまで派手にはしたくないけど、でもちょい派手ぐらいがいいかなっていう時は私を見てください。それが私です。これさっき話し合ったんですけど、可愛いパティーンさんの出演している方たち数人と一緒にメイクして誰が一番早くメイクを完成させるかっていうのをね、一回だけやってみたいですね。一番密度なんていうんですかね、一番いろいろ塗ってる人と勝負したいです。勝てる自信しかないんでごめんなさい。趣味はもうそれこそ人から一人でカラオケ行って歌の練習しますっていうのとか、あとゲームが結構好きなので暇さえあればずっとゲームやったりとか、今やってるのは FPS ゲームの PUBG モバイルとスクエアエニックスのファイナルファンタジーの14オンラインなんですけど、それをピコピコ一人で夜中やってます。あと体を動かすのも好きなんで、友達誘って一緒にバスケしたりとかバドミントンしたりとかマラソンしたりとかもしますね。いろいろ手出してます。多趣味です。小学校4年生の時に太鼓の達人で残酷な天使のテーゼを初めて聞いた時に、その時からエヴァンゲリオンにずっとハマってて、
今でもハマってるんですけど、家に大量にポスターあるんですよ。こう見えて T シャツとかも持ってたりとかして、外では絶対に着れないんですけど持ってたりとかして、あと携帯のホーム画面とかもエヴァンゲリオンだったりとかするので、めちゃめちゃエヴァンゲリオンが好きですね。ゲームセンターは音ゲーしに行ってます音楽、音ゲーが好きなので携帯のアプリにも入ってるんですけど、ずっと一人でこうイヤホンつけながら指が高速に動いてるんで、もし高速に指が動いてたら音ゲーやってるんだなっていう感じで、ゲーセンの音ゲーはマイマイっていうちょっとなんかこういうやつなんだかパントマイムみたいなやつなんですけど、多分音ゲーが好きな方はマイマイって言って多分伝わると思うんですけど、それをやりに行ってます。マイマイはドラゴンナイトが一番得意です。エキスパートって言って一番難易度をアップして一番スピードを速くしてやるドラゴンナイトめちゃめちゃ楽しいです。結構練習したんですよ、1年ぐらいどっかでこの企画で、このかわいいパティーンさんのどっかの企画でもしかしたら見れるかもしれないですね。きっかけは私は歌は中学校2年生ぐらいから練習し続けてるんですけど、活動自体は高校2年生ぐらいの時からなんですけど、きっかけがニコニコ動画をたまたま見てた時に黒雲さんっていう歌い手さんがいらっしゃるんですけど、その人の歌声を聞いてなんていうんですかね、感激したっていうのかな、すごいびっくりして、歌手でもないのにこんなに歌うまい人いるんだって思って、すごいネットで調べて歌い手だっていうのを見つけて、じゃあ私も歌い手になろうって、そこから本気で決心しましたね。黒雲さんが歌い手になろうって思ったきっかけですね。もう初めてライブは今まで4回経験してるんですけど、初ライブはびっくりするぐらい成功して、歌詞も飛ばなかったですし何事も失敗もなく終わったんですけど、でもそれをいいことに2回目以降って結構歌詞が飛んだりミスしたりするんですよね。だから初心を忘れずにっていうんですかね。だから歌詞を飛ばないようにお客さんを楽しませて、自分の成長をお客さんに見てもらう場にしていきたいなって思ってます。ダンスやってました。本当に少しだけですけどね、半年ぐらいかな。曲を選んでそこにオリジナルで振り付けていくっていう創作ダンスっていうんですかね。体が勝手に動くんですよね、歌ってる時って私。だから振り付けがその曲になくてもなんか適当に自分で振り付けてなんか勝手に動いちゃうっていう。だからライブに来れば動いてんなーっていうのが、立ち止まって歌えないタイプで、もうずーっと終始動いてるっていう。ライブで一番激しい動きはヘドバンですかね。私のよく出演するライブって、ボーカロイドだったりアニメとかそのアニソンボカロの類が多くて、結構アップテンポの曲があったりとかロックの曲があったりとかするんですけど、そういう時には私迷わずヘドバンしてくださいって言います。なんなら自分がヘドバンしながら歌うっていう。そうするとその目の前にいるお客さんたちもヘドバンしてくれるっていう。ヘドバンしたくない人は思いっきりペンライト振っていただいて、うるさい人に来てほしいです。すごくそういうライブが好きな人とか盛り上げ上手な人とかお酒が好きな人とかそういう人たちに一番来てほしいです。絶対に楽しいと思います。あと言わなくても最前列に絶対に見守ってくれる人たまにいるんですよね。
一番後ろでこうやってやってる人いや来てくれてすごくありがたいなとは思っているんですけど、どうせだったら最前列で、持っといてほしいなっていうのはあります。いつか私の憧れであり歌い手になろうって思ったきっかけである黒雲さんといつか絶対にコラボしたいなって思ってます。これで私のことを分かっていただけたでしょうか。もしまだ分からないことがありましたら Twitter の DM かこちらのコメント欄にでもお願いします。それではまいでした。See you next time!